日進月歩、塩田正宏です。先生、大津です。で、今回ね、呼吸法。はい。結構、陽心間の呼吸法って、はい。審査では5まであるんですよ。へー。多分2、3までぐらいしか知らないと思うんですけども、は5まで審査ではあって、はでも本当は7まであるんですよ。なんすかその、非容疑みたいなやつ。いや、僕も6、7実は教わってないんですよ。あ、そうなんすね。動画にもどこにもないし、は誰が作ったのかなと。いや、でも父がやってた動画をこう見たことはありますけども、はそんなにあんだって。へー。で、呼吸法って言って、呼吸の使い方ってあんまわからないんですよね。全然わかんないです。なんなんだろうと思ってます。その、ヨガとかの、はっ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 はみたいな、呼吸の仕方、ヒクソン・グレイシーがやってたみたいな、やつは、まあ、呼吸法って言われたらわかるんですけど、呼吸法を技に使うっていう感覚も僕はよくわかんないですし、そうですね。システマとかでもね、呼吸の仕方とか、僕も結構習いましたけども、でもなんだろう、合気道の呼吸法って、まあ、呼吸をすること、ほら、言霊の話とかも結構合気道であるじゃないですか。ありますね。スーとか、オーとか、あーって言ったら、このやっぱ体の中で変わる部分があるので、そういうところをね、またね、岡本先生が知ってるんですよ。へー、すごいっすね、あの人、本当に。呼吸をすることで、ここの部分がどうなってんのかと。だからこうやって技が効くんだよ、みたいな。なるほど、それを使った身体操作でっていう。へー、いや、知りたいです。そうですよね、知りたいですよね。それを今日お聞きできればと思っております。お願いします。はい、先生は、その合気道家に向けていろいろ発信されていて、で、呼吸法って、陽心間では呼吸法、他の合気道でも呼吸法って呼ぶ部分があるんですけども、まあそこについてね、すごい面白い見解をお持ちなので、今日はそこをお聞きできればなと思っております。よろしくお願いします。呼吸運動っていう、いわゆる息を吸ったり吐いたりするっていうのは、横隔膜の上下。横隔膜って基本的にこういう状態でドーム状に盛り上がっています。それを球状靭帯という背中で、ちょうど横隔膜のど真ん中あたりについてるやつで、その横隔膜自体の収縮と球状靭帯で引っ張り下げるのが吸うっていうこと。ああ、なるほど。つまり、横隔膜がこうなっててぐーっとこうなるからここの空間が広がるよね。だからそこに空気が入ってくる。でそれだけでは足りないんです。ここの胸郭、いわゆるスペアリブですね。胸郭。これを例えば吸う場合は、こっち側の背骨についてるスペアリブでギュッと縮めて、こうやってここを広げるんです。背中側の胸郭でこの2つの運動が呼吸です。吸う運動です。ここです。で吐くのは、横隔膜を緩めれば勝手に戻ります。形状記憶合気みたいなこうなってるやつがヒュッと戻る。ですから吸うのは意識的にやらないといけないんですけど、気が緩むと勝手にポンと戻ります。でスペアリブの部分はやっぱり自分で意識的にこうやってアコーディオンのように使っていください。でここからちょっと他の部分使ってないよっていう意味でざぶりでやります。でまず一つは、正座をしないっていうのがうちの基本です。正座をするっていうのは、皆さん正座ってものすごくバランスのいい運動分だと思ってるでしょ。外人さん正座できない。つまりアンバランスなんです。正座をしてるっていうのは、本来はあれは中国の春秋戦国の時代に暗殺防止のために編み出された礼法です。正座や起座をすると立ち上がるのに手間暇かかる。でそこから立ち上がって王様に走り寄ってくるやつは暗殺者なんです。周りの兵士はバッと立ち上がって走り出したら「いけっていう」って言っててみんなで抑えてくる。じゃあ暗殺防止の対王様の座り方だったんだ。で昔の武士ってあぐらかくんです。正座なんかしません。そうなんですね。侍もなんか正座のイメージすごいあるんですけど、あぐらなんですね。それは江戸時代からです。戦国時代の武将ってみんな武士ってこういう感じです。なるほど。でなんでこれをやるかっていうと、赤ん坊って一番最初にハイハイから座るようになるでしょ。赤ちゃん。でものすごく例えば片膝を立てるだけでひっくり返るんです。バランス取れなくてですね。だからこ
この状態、赤ちゃん座りが一番安定の基本です。さてこれでもうかかった、はい、どういうことかっていうと、はい、今つながります。立ちの口ですね、はい、で、息を吸うと横隔膜が下がり、胸郭が広がります。もうかかってますね。そうですね。で、相手も同じような動作をしてバランスを。本当だ、形が一緒だ。で、実際に呼吸をしてしまうと、そのエネルギーの大半は本当に息をすることに使われてしまう。なるほど。つまり必要なのは、呼吸をするんだけれども気門を閉鎖して息は吸わない、息は吐かないなんです。息はしないんだけどもその動きをやるっていう。呼吸運動はするんだけれども、実際に息を吸って息を吐いてエネルギーの無駄を作らない。つまり100m走なんかで、もう息しないで走ってるでしょ。そうですね。息をするとバランスが崩れるんです。人間は息をすることによってバランスを崩しますから、息をしないで息をしないけどもこうやってる。横隔膜を下げて、当然ここの中は陰圧がかかります。だからここがスカスカになったようなイメージです。でいって空気を補填しちゃいけないんです。本当に吸っちゃうと、そうするとこのくらいしかかかる。それに対して実際に気門を閉鎖してっていうのをやると立っちゃった。すごいっすね。つまり呼吸運動っていうのは、息を吸わないで息をすることをできるようにっていう。だからこうやって今喋ってる段階で息をしてるんで、本当は良くないんですけどね。まあでもできるだけ息を制御して、なるほど。本来呼吸法っていうのは、インドのヨガで7つ、中国憲法で5つ、空手で3つに集約されました。空手でいうと息吹と逃れの表と裏です。で呼吸でその3つの分で技を組み立てているのが空手、5つで組み立てているのが中国憲法ということですね。ですから呼吸を使うことによって、例えば息を吐き出すの、そんな止めてるんですね。きつ今のは吐いている動きというか吐いている状態をやられてたっていう感じですよね。これやるとね、私高血圧なんでやばいんですよ。危ないですよ。ちょっとやめてくださいよ。もう体には良くなさそうです。体には絶対良くないです。だから健康法としてやるんだったらちゃんと息を吸って息を吐いて。なるほど。まあでもヨガの場合でも皆さん健康にいいと思ってるでしょ。ヨガってあれ健康に悪いんですよ。そうなんですか。そうです。あれは何のためにやってるんですか。本来死の領域に近づくため。なるほど。ゴータマ・シッダルタ、ブッダは死ぬことと老いることと病気がとっても怖い。で綺麗な嫁さんもらって可愛い子供もいるのに、その産区から逃げるためだけに王位を捨てて、嫁さん捨てて、子供を捨てて修行の旅に出るんです。で、王様ですもんね。でなんでかというと、死に直面していると死は怖くなくなるよねってものすごく植物的な修行法。だから死に近づくためにどうするか、息をするのをやめる、心臓の拍動をやめる、どうやったら心臓の拍動、いわゆる不随筋ですよね。で呼吸は随意運動ですけれども、ある程度やっぱり息をしたいという本能がありますから、それを押さえつけるんです。いわば冬眠するクマさんとか山根みたいな状態になりたい。でそれをずっと稽古をし続けて涅槃の領域に近づいて、死が怖くなくなる。戦場で弾がバンバン飛んでる最中の兵隊って平気で飯食ってタバコ吸ってってああいう状態でしょ。その領域に近づきたいんで、戦場で殺されないでそういうふうにっていうのは無理だから、疑似的に死に近づくための方法をヨガはやってるんです。そうなんですね。だから大体年に1人か2人ぐらい死んでんじゃないですか、ヨガの行者があちらで。それも死に近づきすぎちゃって死んじゃったっていう。コロンと転げ落ちちゃって
あっちの世界に本当に行っちゃうんですよ。そのぐらい心臓の拍動を冬眠するクマみたいに通常の10分の1ぐらいに落とすんです。そこまでその心臓をコントロールできるようになるんですね。だから最初にバランスを覚え、いろんなポーズをやって、自分のバランスをコントロールし、やがてそれに必要なのは呼吸を静かにすることを覚えないと、それできないよねって、ちょっと息を吸っただけでバランス壊れますから、だからこういう難しい状態になっていてもリフトできるよねっていう領域に行かないといけないよねっていうのが、つまり圧倒的にバランスが悪いこんな状態なのに相手をかけれるよねって、戦闘の技術そうでしょ。戦場でこんな状態で相手と戦わなきゃいけないなんて、僕は当たり前にある。まあそうでしょうね。こうやってやってでこれで自分で練ったつもりでひょいってぶつかって通用しない、だからヨガの状態で怪しい状態なんだけど体は全部コントロールしてるよねっていうふうにできるようになりましょうっていうのが、すごい。だから呼吸を一番最初にちょっとさいやもう今の何を来たやつな。どういうことですか。今わざと音が聞こえるように呼吸をします。そうです。押さえていいですか。でこれで小腱膜をポンと使って相手とつながってしまいます。なるほど。でこれを実際に息を止めて息を吸うと、なるほどな。なるほど。上がりますね。呼吸法っていうのは息をしながらやることを最初に覚えたら、次に息をしないで息をしながら相手を崩す技術なんです。だから呼吸をしながらっていうのは処方技術です。例えば息を吐くのをやってもつながりますが、なるほど。実際呼吸はされてないけど呼吸の動きでっていうことですね。でなんでこれができるかっていうと、視床腱膜で引き込んで指で押してるっていう2つの方向。昨日届いた。急に出てきましたね。どうも握力を鍛えるための握力ボールっていうまあ5つで1500円ぐらいでアマゾンで買いますが、指で握ります。ここ当然潰れますよね。で柔らかいですから、それが外に広がります。内力と外力が成立するよね。つまり私の技術ってこれが根幹ですよ、一緒と。というか進化業はこれをやってるんですよ。もうこれでずっと握ってます、外に広がってますが、ずっと維持されてますよねっていうと。これ張りのある状態が体験しないと分かんない。こればっかりは。押してます、広がってます。どう見ても単なるマジックだよね。そうですね。ここになんかね、鳥文字にもくっついてペチョってね。いやそんな感なんだろうな。つまり2つの力を同時に合成するだけで人の体って映っていい？大丈夫？大丈夫。なんでくっついてくるのかな。これ何もないですよ。別にこういうところ落ちてる。この状態、指でマークと潰してます。ここが広がってます。2つの力が水平方向、垂直方向に同時発生しているので。不思議です。新聞の感想。2つ以上の力が加わると反応ができなくなる。だから最優先でそっち側ばっかりやったら引っ張られるとバランスを取ろうとして腰が上がる。もし寝て寝ないんだったら同じ効果になりますか？基本的には同じです。
ごめんなさい。人間って目で 80% の情報処理をしてますから、はい、目をつぶればなんとかなるんじゃないか、はいはい、目をつぶったら接触部分の接触感覚の、レベルがパッと上がるんで、なるほど、余計聞いちゃうっていう騙されるなるほど。基本的に武術っていうのは騙す技術ですからでそういうことをふっとやられるとこれが一番この前までねイロハスなんかで柔らかいペットボトルでほらガシャッとやると潰れてるでしょっていうのをやってたんですこっちの方が便利なんでそれに必要な力はこんなにいらないんですほんのちょっとつまむだけ、250g 以下の力で力を出すともう本当なんか卵を握られてるぐらいの握力っぽいですよね。だからこれできるようになりますから。なるほど。こうじゃないんです。これを発生させるだけで。だから方向がいろんなことになってもう分かんなくなっちゃってるってことですね。でくっついていかざるを得ないんですよ。もっと聞きたいって皮膚感覚が思っちゃう。でいつの間にか騙されてバランスが崩されてるから、倒れそうになるから上にちょっと持ち上げてあげるとその方が楽だねと思って腰が上がってくる。なるほど。皮膚感覚がもっと聞きたいと思っちゃうっていうのめっちゃおもろいですね。どういう情報っつって情報憲法でいう長径の状態ですね。径を聞くこういう状態でスワイションなんかをやりますけど、要するに体の運動で対応する。こういう鍛錬法ありますね、確かに。要するに太極拳なんかで家計をやるための技術ですね。でこうやって相手の重心の位置や軸の場所を確かめてそれをヒュイと倒していく、ちょっと前に持ってこようとかね、ちょっと後ろに下がってもらうとか。なるほど。だから太極拳の家系はある意味で言うと相手に非常に近いです。でそれができるとどういうことっていうこちらに攻撃する意思がないから、でここでパッとこんなことをしようと思ったらこうやって受けようとするでしょ、こうやってやってるととりあえずいいかなと思うんです、これが愛という意味。なるほど。相手を受け入れる。結局そうなるんですよね。いいよねそこで。問題ないですよね。話せるって言ったらそれはうっと力込めて。話せるものが話せるんだけども、でもそうはいかないよねってちょっとやっておくと外しづらくなる。ちょっとやっておくと変わってくる。もういろいろと操作をして。今って脳みそに作用してるんですかね。肺脳が騙される。なんか脳みそなんですね、やっぱね。テリナーっていうのは視線誘導でしょ。自分が種を仕込んでるところを見せないように視線誘導して、こっち側に注目させて、でスッと種を仕込む、我々の技術は体感誘導ですね。体感誘導。接触して相手のなるほど。触ってるところじゃないところを働かして、で相手の軸や重心を崩していく。なるほど。で一番最初はこうです。これで取れるよ。指で押している視床腱膜は陥没している。これで取れます。それを作ると合気道の高名な師範型はこういうことしますよね。みんなこれです。もう触ってるだけですよね。触ってる時に視床腱膜をで指先はちょっと押してるんですね。指先をちょっと押している視床腱膜は陥没している。だから相手はもう分かんない。分かんなくなっちゃった。この瞬間です。はい。なるほど。以上です。けどそうですね。いや呼吸に関してもね奥深いですけどね。だから呼吸っていうんだから呼吸に
わることだと、いやまとめられないですけどね後の話とかも合わさってまた来ましょうか。いやー、興味深いですね。呼吸は止めてやってるんですね。はい、実際に呼吸をして自分が横隔膜や丘状靭帯や肋間の筋肉をコントロールすることを覚えたら、そういうことですよね。そうだから岡本先生のレベルだから呼吸しなくてもそれができるけど、普通の人は呼吸をやって覚えていくっていうことですよね。普通に呼吸をしてるのを止めて同じようにやるってことですね。動ければ別に呼吸しなくてもいいっていう。100m 息をしながら走れるでしょ、今度は 100m 息をしないで走ってごらん、同じことやるしかないですよね。その違いだ。なるほど。技術としては鬼門閉塞です。息をしないでっていう息を吸う動作をしているのに、ダムの一番先のところでピッと止めてるから運動はできるよね。でエネルギーが漏れない。いやめっちゃおもろい。そうですね。皆さんもぜひ、自分で試してみてやるのがいいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。